皆様おはようございます。私、ウブンバイトヨタデジタルツインプラットフォームチームのリードをしております加賀と申します。僕はウーブンシティデジタルツインプラットフォームのプロダクトリードギヨム・デレスランジーと申します。よろしくお願いします。本日はですね、この2人で、ウーブンシティデジタル改善プラットフォームというプロダクトとその技術についてご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずこのタイトルにあります改善という言葉なんですけれども、皆様もご存知かもしれませんが、日々の業務の中に潜みます無理無駄ムラを見つけ出しまして、それを継続的に効率化していくという活動になります。で、こちらの改善というものをですね、我々はデジタルツイン技術を使いましてデジタル化していって、さらにそれをプラットフォーム化していきたいというふうに考えております。で、そのプラットフォーム化をして我々は何を目指したいのかということなんですけれども、こちらのように半径 1km のあらゆる動かすを最適化していきたいというふうに考えております。で、ここでいう動かすというものはですね、ある地点からある地点まで、人ですとか物を移動させる、そういう意味なんですけれども、必ずしも1対1ではなくて複数地点から複数地点までのその移動、複雑なものも含めてそういったものを最適化していきたいというふうに考えています。で、街をこのように俯瞰して、大体 1km ぐらいの範囲を見たときにですね、この中にはさまざまな動かすという活動が存在しております。例えば工場の中を見てみますと、材料を機械のところまで持っていって動かして、でそれをできたものをまた別の場所に移動するという動かすもございますし、この物流倉庫なんかを見てみますと、アイテムを棚に収めて必要な時に取り出す、そういった動かすも存在しております。でもちろんその工場ですとか物流ハブとお店を結ぶような配送といったものも動かすに含まれます。で、お店の中を覗いてみますと、そういった商品をお客様が取り出しやすいところに配置する、そこまで持っていくというような動かしが存在します。で、他にも街の中を見てみますと、さまざまなこういった動かすというものが存在しております。で、我々はこういった動かすを最適化していきたいというふうに考えております。で、最適化といってもさまざまな観点がありまして、距離を短くしたい、時間を短くしたい、コストを下げたい、もしくはリスクを下げたい、そういったさまざまな観点があるかなと思いますが、基本的には我々こういったものを最適化することで、こちらにあるような社会問題に貢献していきたいというふうに考えております。で、こちらのような社会問題は最適化することで、少しずつ貢献できるとは思うんですけれども、究極的には我々現代社会のサステナビリティに貢献していきたいというふうに考えております。で、ご説明したような動かすというものはもちろん長年存在しておりますので、それを動かしているシステムもすでに社会基盤に深く組み込まれておりまして、一から作り直すことは非常に難しいと言えると思います。ですので我々は先ほど申しました今あるものをもっと良くしていく改善という考え方が非常にフィットするのではないかというふうに考えております。で、改善活動なんですけれども、まず現場に行きまして現状を把握します。で、現状を把握してそこで問題を見つけまして分析して、その問題に対しまして改善案を検討し、で実際に現場で改善を実施してみて、その実施した改善がうまくいくかどうかというのをモニタリングすると。で、このプロセスを何度も繰り返して最適なものに近づけていくという活動になります。ですがもちろん改善にも課題はございます。まず初めのその現状把握の部分なんですけれども、特に我々がターゲットとしていますような物の移動を物ですが人の移動を考えますと、それぞれ追っていかなくてはいけないということで、時間もかかりますし、人手もかかるということで、時間がかかるというのが課題になります。で、実際に問題を把握した上で、じゃあそれを分析したりですとか、その問題に対しましてどう改善していいかということに関しましても、改善のスキルといったものが必要になってまいります。ですので、我々が関与したケースですと、リードタイムとしてこの改善案を提案するまでに数ヶ月かかるということも稀ではありません。で、その改善案を決めた上でもさらにその実施するという段階で
今動いているオペレーションを停止する必要がありますし、さらにその新しいオペレーションを現場の方々にトレーニングするといったことも必要になってきます。ですので改善というのはサイクルで何度も回していくものなんですが、そもそも1回の改善に非常に時間がかかってしまうということがこの改善を進める上での、壁となっておりました。でこの問題に対しまして我々 WooBCity デジタル改善プラットフォームによって、提供されます4つのケーパビリティですね。現場デジタル化、現場リプレイ、運用インテリジェンス、ソリューション検証、この4つのケーパビリティによってそれぞれの改善のステップをサポートしていきたいというふうに考えております。でまず1つ目の現場デジタル化なんですけれども、こちらは現場のオペレーションをカバーするように、カメラですとか IoT センサーを配置しまして、そこから得られる、現場のオペレーションデータを収集統合しまして、現場の、情報にすみません、デジタル情報に変換いたします。で現場リプレイによりまして、デジタル化された情報を、2D ですとか 3D ですねを駆使しまして、見たいところを何度見るというようなことを駆使しまして現場のオペレーションに対する、理解を深めます。先ほどの、得られた現場のデータを運用インテリジェンスという機能を用いまして各工程にかかる時間ですとかそのばらつき、またその全体のリードタイムなどを分析しまして、でここで無駄を見つけることをサポートいたします。で右側のソリューション検証の部分では、無駄を、取り除くための例えばレイアウトを変えるですとか人の動線を変更するですとか、はたまたロボットを増やすとか、そういったいわゆるこうなったらどうなるだろうという What if シミュレーションというものを提供しますので、そちらを用いて、改善案の良し悪しというものをここで判断できるようにしております。でその結果というのは先ほどお見せした現場リプレイですとか運用インテリジェンスというのも当然分析できますので、リアルとその新しいアイデアを比較しながらどういう改善案がベストなのかということをここで検討するような機能を提供しております。はい。で私冒頭に、半径1キロのあらゆる動きを動かすを最適化したいということを申しました。でこの思いとしましては特定の工場ですとか物流ですとかモビリティといった特定の業界に閉じてあるソリューションを提供したいというのではなくてですね、そういった業種をまたがるようなものも含めてこういったケーパビリティを提供したいというふうに考えております。ところがもちろん業界が違えば現場も違いますし、おそらく同じ業界でも現場が違えばそこのやり方も違ってくるということで一つのソリューションではカバーできないというふうに考えております。ですので我々下にありますようなコンポーネントを準備させていただきまして、それを現場に合わせてカスタムしてソリューション提供していくといったようなことをやっていきたいと思います。ですので技術的にはこういった技術コンポーネントをいかに素早く組み立ててお客様に合ったソリューションを提供できるかということがポイントになってまいります。その辺について後ほど業務の方から説明させていただきたいと思います。で我々の技術はですね、いわゆるデジタルツイン技術というカテゴリーに含まれます。デジタルツインと申しますのは、現実のエンティティ、ものとかですね、プロセスを仮想表現しまして、でそれをある頻度もしくはその忠実度で同期するといったものに技術になりまして、実際さまざまな領域ですでに使われております。でここでは我々そのデジタルツイン技術といったものをどうやってデジタル改善に適用したのかということをこの次業務の方からご紹介させていただきます。ということで業務よろしくお願いします。ありがとうございます。では改めて、プロダクトリードのギヨム・デレスランジです。日本語は母語ではないが頑張ります。よろしくお願いします。ではこれからデジタルツインはどうやって作るか話したいと思います。皆さんデジタルツインを考えるといろんなイメージがありますね。例えば工場重視するもの、データ重視するもの、シミュレーション重視するもの、そして可視化重視するもの、全部は目的は違います。それで作り方も大きく変わります。私たちのデジタルツインプラットフォームはいろんな領域
にカバーする必要があります。例えば物流、工場、モビリティ、そしてこのウーブンシティ、みんな今いるところです。ではこの領域によって目的は違います。さっき見た通り、目的が違うと作り方も大きく変わります。でも目的は違っても、再利用できるものがあるはず。では何を再利用できるのでしょうか。一つの基盤で複数領域をカバーするのは簡単ではありません。ではデジタルトゥインの考え方を変えましょう。領域ごとに作るではなく、再利用できるブロックを用意していろんな組み合わせで作っていきます。それで一つの共通の基盤でどんな領域でもカバーできます。じゃあ皆さん、このイメージは多分しにくいので一緒に例を考えましょう。物流だったらフォークリフトがありますね。フォークリフトは普通だったらモデリングしたら継承を使います。例えばフォークリフトは車両を継承するとか。私たちちょっとアプローチは違います。継承より組み合わせです。ってことは改めて再利用できるブロックでフォークリフトを表現します。例えば位置、向き、状態などシンプルですね。これでいろんなオブジェクトを表現できます。フォークリフトだけではなく飛行機とか車でもできます。つまりデジタルツインモデルはブロックの組み合わせで作ります。でもこのブロックは実際どうやって使えます？ここです。Entity Component System ECS ご説明させていただきます。ECS はシミュレーションとゲームでよく使われるパターンです。3つに分かれる。1つ目は Entity。先の例というのはフォークリフトですね。これは ID だけを持ちます。2つ目、コンポーネント。ブロックの話ですね。これはデータだけを持ちます。そしてシステム。システムはロジックだけ持ちます。例えば分析と可視化はコンポーネントのデータを読むと、シミュレーションとストリーミングはコンポーネントのデータを更新する。大事なのはデータとロジックを分けることです。システムはエンティティではなくコンポーネントだけを見る。ってことはフォークリフト関係ない。フォークリフトか飛行機か車両かデータだけを読みます。では4つのケーパビリティとつながりましょう。全部現場から始まります。現場からデータを取って1つ目のケーパビリティを使います。現場デジタル化です。現場デジタル化のおかげで現場のデータはコンポーネンツで表現はできます。そして分析と可視化。分析と可視化は2つ目と3つ目のケーパビリティが入ります。運用インテリジェンスと現場リプレイです。それで現場のデータを確認はできます。そして4つ目のケーパビリティ、ソリューション検証です。これでいろんなシミュレーションを回してシナリオを試してみる。で、改めて分析と可視化でこの結果を見れます。それで改善プランが現れる。で、現場に戻す。試して、確認して、改善して、それをサイクルが回ります。4つコンポーネントのおかげで4つのケーパビリティがつながります。では皆さん、これは
実際どうやって動くか見ていきましょうか。これから見せるデモは開発中のプロトタイプです。これからも大きく変わる可能性があります。はい。はい、じゃあ、デモに入ったら、すみません。母さん見つけた。OK。デモに入ったら、プロジェクトが見れます。ラージハブプロジェクトに入ってみましょう。これで現場リコーディングが見れます。注意します。今日のデータは現場から来てないです。今日のデータはシミュレーションです。普通は現場から来ます。それは一つ目のケーパビリティのおかげで現場デジタル化。じゃあ進みましょう。じゃあ12日のアフタヌーンシフトが見たかったらここをクリックしてで2つ目のケーパビリティですね。運用インテリジェンスが現場のデータを見れます。ここでいろんなグラフがあるけど今日はこっちを見ましょう。黒い部分に見たらこれがワーカーのアイドルタイムですね。このアイドルタイムはワーカーが暇な時ですね。これできるまでは減らしたい。ってことは無駄は減らしたいです。で、3つ目のケーパビリティでも見れます。3つ目のケーパビリティだったら、現場が何が起きたかどうか見れます。2D でも 3D でもが見れます。はい。じゃあ、この現場改善してみましょうか。ここは4つ目のケーパビリティです。ここは上の方はプロセスフローが見れます。これは現場のロジックですね。下の方はフィジカルビューで現場のレイアウトとか見れます。ここのタブでいろんな設定ができます。今日は時間の関係で詳しく見ませんけど、簡単、分かりやすい調整してみましょうか。僕はこのパレットは左に置いたらとこっちは右に置いたらなんか改善できるのかなとは思います。では回してみましょう。このボタンを押したら今はこの改善プランは、シミュレーションに出してます。今動いてる。あ、終わっちゃった。じゃあこれで保存してとここで見れます。同じことで2つ目と3つ目のケーパビリティで確認できます。まあ見た通り僕の改善プランは失敗ですね。あまり変わってないです。ビューは見たら確かに 2D に見たらすいません。パレットが確かに場所が変わったけど、まあさすがにこれやったらとうまく改善できなかった。じゃあ先に準備した改善プランを見てみましょうか。ここはさっき言ったタブでいろんな調整をした。アイドル時間を減るため。こっちを回してみましょう。はい。もう一回これは新しい改善プランに今シミュレーションを回してる。終わったらこっちも保存してはい。ここで見れます。今度は現場リプレイの方が見たいですね。こっちに何倍スピードで見れるで、こっちのスピード。これ見たら確かにちょっと変わったかもしれないけど、比べにくいですね。僕はさっき言ったの12日の現場のデータと比べたい。じゃあこっち押したら今は隣で見れる。これでもっと分かりやすく比べられる。それよりちょっとメトリック見ましょう。メトリックの方は左はシミュレーションです。右は現場。これで改善ができたって分かりやすいですね。右の方はアイドルタイムは 61% でした。と左の方はアイドル時間は 15% です。ってことはこの改善はうまくいきました。先のプレゼンテーションを見た通り、この改善プランはうまくいったので現場で試してみる。これからですね。
そして今日はこの改善プランは現場で試してみたら、ここは新しい現場リコーディングが入ります。で、このサイクルが回ります。これは私たちの UrbanCity デジタル改善プラットフォームです。僕の日本語も改善できたらといいな。では、加賀さん、よろしくお願いします。戻しましょうか。はい、これまでご紹介させていただきましたUrbanCityデジタル改善プラットフォームなんですけれども、すでにいくつかのお客様とともにですね、実証を開始させていただきまして、現在その有効性の検証を行っているところでございます。我々としましてはお客様とともにですね、最適なソリューションを一緒に探していきたいと思っておりますので、ぜひお声掛けいただければと思います。で、以上で、はい、我々の本日のトークを終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。